どうも、きみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。昨夜、Apple の新作発表がありましたね。皆さんの中にもリアルタイムでイベントを見た方や、朝からまとめ記事なんかを見て、どれを買おうかなって検討している方も多いんじゃないでしょうか。この動画では今回発表された新機種の概要をコンパクトにまとめて紹介させていただきながら、僕が今回購入しようと思っているものを紹介いたします。Apple の新作発表の動画は皆さんハイテンポでお送りしていることが多いので、僕もいつもより少しハイテンポでお届けさせていただきます。では早速今回発表された新機種について紹介していきますが、今回発表されたのが iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 13、そして Apple Watch のシリーズ7、さらに iPad mini の第6世代と iPad の第9世代、これらが発表されました。では早速それぞれのスペックを紹介していきましょう。まず iPhone 13 Pro と iPhone 13 Pro Max。こちらデザインに関しては旧機種とほぼ一緒です。Face ID、ライトニングポート、これらもね、残念ながら変化はなしでした。これまで同様3つのカメラが搭載されていて、77mm の望遠レンズは光学ズームは6倍まで寄れます。そして動画にも対応するマクロ撮影も可能になっています。さらにシネマティックモードというのが搭載されまして、背景をぼかした一眼カメラのようなおしゃれな映像が撮れます。今までも写真で使えたポートレートモードっていうのがありましたけど、あれの動画版ということだと思うんですよね。こちらのシネマティックモードはセルフィーカメラでも使えます。ディスプレイですけども iPhone 13 Pro は 6.1 インチ、iPhone 13 Pro Max は 6.7 インチです。リフレッシュレートは最大 120Hz に向上していまして、スクロールするときや動画を見るとき、あとはね、ゲームをする方なんかはゲームをするときの画面がスムーズにヌルヌル動きます。で、画面の明るさは過去最大の1200ニットとね、かなり明るくなっています。内蔵チップも A15 バイオニックが搭載されております。で、気になるバッテリーは13 Pro は12 Pro と比較して約 1.5 時間長く持ちます。そして13 Pro Max は12 Pro Max と比較して 2.5 時間長くなっているとのことです。カラー展開はグラファイト、ゴールド、シルバー、シエラブルーの4色展開です。で、今回ストレージ容量は 128GB、256GB、512GB、1TB から選べまして、気になる価格は iPhone 13 Pro は122,800円から、iPhone 13 Pro Max は134,800円から購入できます。で、こちらの iPhone 13 Pro と iPhone 13 Pro Max の予約注文開始日は9月17日の午後9時から、発売が9月24日となってます。で、続いて iPhone 13 mini と iPhone 13。こちらもデザインは12を踏襲する形になっていまして、同じく Face ID とライトニングポート。こちらもね、残念ながら変更はなかったです。カメラ部分ですが、デュアルレンズが改良されていまして、12メガピクセルのメインカメラと12メガピクセルのウルトラワイドレンズが対角に配置されています。このようにね、対角線上に並ぶ形になりましたね。で、センサーシフト光学式手ブレ補正がついたので、手ブレもしにくくなりましたね。カメラに関しては、このチャンネルでも過去に40万円の今撮影しているフルサイズのミラーレス一眼と iPhone 12 mini のカメラの性能の比較っていうのをしていますけども、iPhone 12 mini の時点でこのね、写りはかなり綺麗だったので、今回の iPhone 13 mini でも相当綺麗な写真、動画が期待できると思います。そして先ほど Pro Max で登場したシネマティックモードですけども、こちらは iPhone 13 mini でも iPhone 13でも使うことができます。そしてディスプレイは iPhone 13 mini は 5.4 インチ、iPhone 13は 6.1 インチ。こちらはね、12と変更なしですね。ただ旧機種と比較すると、ノッチがね、20% も小さくなってます。画面上部の前髪みたいな感じのこう黒いところ、ここが小さくなってるので、ちょっと視界に入って気になるなと思った方にも嬉しい改善かもしれないですね。画面の明るさはこちらも過去最大の1200ニットとね、かなり明るくなっています。バッテリーは13 mini は12 mini と比較して 1.5 時間長くなっています。で、iPhone 13は12と比較して 2.5 時間長くなっています。こちらのカラー展開はピンク、ブルー、ミッドナイト、スターライト、レッドの5色展開です。ストレージ容量は 128GB、256GB、512GB から選べまして、価格の方は iPhone 13 mini は 86,800 円から、iPhone 13は 98,800 円から選べます。こちらも予約注文開始は9月17日の午後9時から、そして9月24日の発売となっています。今回発表された iPhone はこの通りです。続いて Apple Watch シリーズ7ですね。こちらデザインは今僕がつけているのがシリーズ4の 40mm ですけども、ここから小さい方が 41mm に大きくなりまして、大きい方も今まで 44mm だったのが 45mm と、それぞれね 1mm ずつ大きくなっています。そしてこのエッジの部分ですね。この部分は今までのデザインと同じように若干丸みを帯びたままになっています。リーク画像とかで iPhone のようなね、こう角張ったデザインが採用されるんじゃないかというような話もありまして、僕はね、ちょっとこの角張ったデザイン好きだったので期待はして
ていたんですけど、ここに関しては変わらずこういった少し丸みを帯びたようなデザインになるとのことです。ちなみに懸念されていたこのバンドの汎用性ですけども、シリーズ7でも今までのバンドが全部ね、ちゃんと使えるようです。そしてディスプレイはベゼルもより細くなって画面サイズが大きくなって画面が大きいのでフルキーボードの入力もしやすくなってます。そしてこの画面は今回耐久性が非常に向上しています。Apple Watch 史上最も強い全面クリスタルと IP6X 等級の防塵機能、そして WR15 の泳げる耐水性能ということで、より強くより安心になっています。そして常時点灯のレティーナディスプレイの輝度もね、非常に明るくなっているようです。なので画面が大きく明るさも見やすくなってるって感じですね。バッテリーは約18時間持つそうです。そして充電速度も最大 33% 高速化していて、8分の充電で8時間の睡眠を記録可能ということです。さらに約45分の充電で 0% だったのが 80% まで充電可能です。なので充電速度も非常に速いです。そしてカラー展開ですけども、アルミニウムモデルには5つの新色、グリーン、ブルー、レッド、スターライト、ミッドナイト、この5つが追加されていて、ステンレススチールは従来と同じシルバーとグラファイト、ゴールドの3色展開、そしてチタンは2色展開となっています。価格は399ドル、日本円で約44,000円からとなってます。こちらの Apple Watch シリーズ7に関してはまだ予約も開始していなくて、今年の秋発売予定ということで、いつ予約開始になるかっていうのはね、まだわからない状態です。ちなみに Apple Watch シリーズ7、僕これ買います。実際今回購入の決め手というほどの大きなインパクトのあるものはなかったんですけども、今使ってるのがシリーズ4なので、常時表示とか電池の持ちとかはね、魅力的だったので、結構前からね、次の機種が出たら買おうというふうに決めていたので、今回はね、こちら買い替える予定です。はい、Apple Watch のシリーズ7は以上で、続いて iPad の第9世代です。iPad 第9世代もデザインに関しては旧機種とは大きな変更はなくて、側面がややフラットなデザインになりました。で、ディスプレイは 10.2 インチのレティーナディスプレイ、トゥートーンに対応し、環境に合わせたホワイトバランスも自動調整してくれます。内蔵チップは A13 バイオニック搭載で、処理能力が旧機種より 20% 高速化しているそうです。カメラは内向きカメラには1200万画素の超広角レンズを採用。iPad Pro と同じくセンサーステージに対応して人物を認識してフレームの中の中心に収まるように調整してくれます。アクセサリーに関しては既存の iPad アクセサリーの第1世代の Apple Pencil だったりスマートキーボードも使えます。カラー展開はシルバーとスペースグレーの2色展開。価格は Wi-Fi モデルですと 64GB で 39,800 円、256GB で 57,800 円、Wi-Fi セルラーモデルだと 64GB で 56,800 円、256GB で 74,800 円となってます。で、こちらの iPad 第9世代に関してはもう予約受付が開始しています。本日9月15日すでに予約開始しています。気になる方はすぐ予約してみてください。9月24日発売ということで、受け取れるのは9月24日以降となります。そして最後ですね、最後でありながら今回の目玉と言われているのがこちら iPad mini 第6世代です。デザインに関しては外寸は今までと同じなんですけども、タッチ ID の指紋センサーを iPad Air と同じく本体上部の電源ボタンに内蔵していて、 USB ポートも搭載しています。で、ディスプレイは 8.3 インチのリキッドレティーナディスプレイ。外寸サイズは従来と同じまま、ホームボタンがないベゼルレスのフルスクリーンデザインになっています。こちら iPad の第7世代ですけども、こういうモデルですと外寸に対して画面サイズがどうしても小さくなってしまうんですが、今回の iPad mini 第6世代ではここのねベゼルがないので、フルスクリーンで画面を有効に活用されています。内蔵チップは A15 バイオニック。そしてカメラですけども、超広角のインカメラはこちらもね iPad Pro と同じくセンターステージに対応していて、人物を認識してフレームの中心に来るように自動調整してくれるっていうのはこちらもね搭載されています。そして使えるアクセサリーですけども、 iPad mini に関しては Apple Pencil 第2世代が対応しています。なので旧モデルのような充電するときにつって充電するあの形ではなくなりました。本体の側面に Apple Pencil 2をくっつけて充電するってことができるタイプになっています。そしてカラー展開はパープル、ピンク、スターライト、スペースグレーの4色です。そして気になる価格ですけども、 Wi-Fi モデルは 64GB で 59,800 円、256GB で 77,800 円、Wi-Fi セルラーモデルですと 64GB で 77,800 円、256GB で 95,800 円となってます。で、予約開始時期はこちらもすでに予約開始していまして、9月15日本日から予約を開始しています。そして発売日は9月24日、すでに予約開始していますので、ここまで聞いて気になった方はすぐに予約をしてみてください。
はい、こちらの iPad mini、僕はこれも買います。というか、買いました。来週にはね、手元に届く予定なので、こちらもね、開封動画なんかを撮ってみたいと思います。購入の決め手は、僕の場合は iPad 第7世代からの買い替えなので、今回の決してイノベーションとは言えないアップデートでも十分嬉しいです。まず、ベゼルレスのディスプレイ。やっぱりね、縁がないっていうのはね、嬉しいですよね。これで動画も雑誌も非常に読みやすくなりますし、メモもしやすくなります。あとね、ホームボタンもなくなりましたし、あとは Apple Pencil 2対応ということで、側面につけて充電できるっていうのも嬉しいし、やっぱりね、非常に使い心地もいいので対応は嬉しいですね。で、インスタの画像の編集だったり、メモだったり、Notion とかで ToDo 管理するときなど、僕の普段の生活に非常にマッチするってことが想定できます。あと、本体の充電は USB-C ポートで充電もできますし、このあたりね、まとめて魅力的だったので、iPad mini を購入しました。はい、今回の Apple イベントでもこんな感じで新しい機種がいろいろ発表されましたけど、皆さんはどちらを購入予定ですか？今回の Apple の新作発表の感想なんかもコメントでね、お寄せいただけると嬉しいです。はい、今日は発表されたばかりの Apple の新作の紹介をしてみました。Apple Watch と iPad mini、こちらね、届きましたら、開封動画も公開しますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、ベルマークを押して更新通知も受け取っていただけると嬉しいです。もしこの動画が良かったと思った方は、ぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。